向市場駅に来ています。今回はここから高根城を訪ねます。では、地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の向市場駅です。そして目的地が高根城です。駅から南西方向に15分ほど歩くと、途上口である高根城公園に到着します。では、早速向かうことにしましょう。高根城は秋葉街道沿いに位置しています。秋葉街道はかつての塩の流通路であり、戦国時代には武田信玄が進軍した軍用路でもありました。坂の途中に城跡の概略図がありますので見ておきましょう。北西が長野県、西が天竜川を挟んだ愛知県です。ここはちょうど県境にあるエリアなんですね。曲輪は北から順に本曲輪、二の曲輪、三の曲輪と直線上に並び、その間を堀で断ち切っています。敵が攻めてくる場合、秋葉街道に近い西側となだらかな南側からとなりますので、南と西には防御施設を充実させています。高根城公園に到着しました。公園案内図でルートを確認します。先ほどの概略図とは方角が反対になっていますのでご注意ください。現在地と目指す本曲輪はこちらです。途上の小道を登ればすぐなんですが、そちらへは行かずにですね、四季の小道を経由して南の城広場に出ようと思います。そして馬の背小道を通って三の曲輪、二の曲輪、本曲輪へと進んでいきます。最後は途上の小道から下山します。高根城は1414年、豪族の奥山貞則によって築城されました。戦国時代には武田氏配下の信州遠山氏に攻められ落城。その後、高根城は武田氏によって大改修されます。しかし長篠の戦いの後、武田氏は撤退。城は廃城となりました。分岐に来ました。左が本曲輪に向かう途上の小道。右が南に向かう四季の小道です。南に向かって歩きます。右側に堀が見えているんですが、これが相当深いです。下までざっくりと削られています。途中にはベンチも設けられているんですね。左側は急斜面の切り岸となっています。これは登れない高さですね。少し日差しが見えてきました。平場に出ました。南の城広場に到着です。はい、ここですね。広場といってもさほど広くはなさそうです。奥には休憩所の東屋が設けられています。では折り返す形で本曲輪を目指しましょう。南側は
北側と比べますと比較的緩やかな傾斜となっています。さあ、いよいよ復元区域に入りました。目の前に見えているのが三の車です。そして手前が二重堀切です。橋の上から側面を見てみましょう。堀を V 字に断ち切った野源堀です。最深部で9メートルの深さがあります。このような感じで二重の堀切が寄せ手の進路を阻んでいます。寄せ手がここを上り下りして攻略するのは相当厳しかったと想像できますね。では三の車に入ってみましょう。周囲を炸裂が囲んでいます。これも上から俯瞰してみましょう。2の車と3の車の間の堀切です。こちらは堀底を逆台形に掘った箱堀です。車の間は土橋で連絡していました。2の車です。3の車を占拠された場合はここから攻撃を加えました。先ほど横から見た堀切です。ここから本車に入りますが、門をくぐりほぼ180度方向を変えさせられます。上から見たところです。寄せ手に何度も方向転換させることで側面や背面への攻撃を狙った作りとなっています。絡手門から本車に入ります。目の前の建物は管理施設です。おなじみの様もしつらえてあります。武田氏の時代に築かれた青楼櫓です。大手門に回ります。ここでもほぼ180度回転させられます。右手に見えるのは復元された礎石建物です。正面から見た大手門です。大手門のすぐ下は展望台となっています。三作保の街並みを見渡すことができます。中央を流れているのが三作保川です。右が JR 飯田線、左の道路が国道152号線、かつての秋葉街道です。北側の坂を下って下山します。こちらは南側と比べますとね、やはり傾斜が急になっています。
敵に攻められる心配が少ないことから、本クルワは北側に置かれ、防御施設も南寄りは緩かったと考えられます。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。